JS キャスト鋳造欠陥予測シリーズ No.5。消失模型鋳造プロセスにおける工作機械部品の解析事例をご紹介させていただきます。本資料の目次です。主に、湯流れ解析結果と、凝固解析結果を、この順に、ご説明させていただきます。解析対象部品の概要についてご説明させていただきます。鋳物材質は FC300、フラン鋳型で製品重量は 1.7 トンです。赤色部分は発泡樹脂で、その上にあるオレンジ色部分は、発泡樹脂の燃焼時のガスや残差対策の上がりです。また、湯道に取り付けられるフィルターも考慮できます。そして、水色部分の中等口より、1390度の溶洞を鋳込む設定となっています。これより、湯流れ解析結果をご説明させていただきます。まずこちらは、湯流れ解析結果の温度分布表示です。グレー部分は未溶解の発泡樹脂を表示しています。そして、発泡樹脂と溶洞の境目にある青色は、樹脂が液化し完全にガス化する手前の半ガス層を表しています。縦湯口付近のオレンジ色部分は高温で、製品内の黄緑色部分は温度が低下している部分です。この画像で注目すべき点は、充填完了間際でのグレー部分の発泡樹脂です。未溶解の状態で残っていて、最終充填の段階では、発泡樹脂が溶解した際に発生するガスや残差が残る可能性が考えられます。それでは、動画を再生します。全ページを角度を変えて表示したものです。横湯道から積を通過したオレンジ色の高温溶洞が確認できます。画面内で表示している未溶解の発泡樹脂の周辺では、溶洞温度が少し低下していることがわかります。このモデルでは、製品上部への高温溶洞の供給が課題と考えられます。それでは、動画を再生します。製品の断面表示です。製品内にある未溶解の発泡樹脂がどのように周辺を溶解して、溶洞が充填していくのかを確認することができます。それでは、動画を再生します。こちらは、標準の湯流れ温度分布表示です。消失模型鋳造の湯流れ結果表示では、発泡樹脂の形状が表示されるため、溶洞だけの充填挙動を見ることはできませんが、標準の結果表示では、溶洞の充填挙動を確認することができます。紫色部分は未充填部分を表しています。それでは、動画を再生します。湯流れ充填過程において、未充填部分のガス圧力を表示しているものです。発泡樹脂が溶解するときに発生するガスは、前ページでもご紹介した半ガス層と完全ガス層がございます。こちらでは、溶洞と発泡樹脂を非表示にして、ガス層だけを表示したものです。ガス層の追跡とその圧力の変化を確認することが可能です。それでは、動画を再生します。今回の解析結果では、製品上部の一部と、青色の枠で囲んだ領域に、最終充填が予測されました。ガスや残差の発生も考えられますが、左上の図で示すオレンジ色の上がりが、適切な位置に設置されていると思われます。消失模型鋳造の湯流れ解析では、このような未溶解の発泡樹脂を簡単に確認することができるので、
湯道や席、上がりの配置や形状を検討することができます。これより、凝固解析結果をご説明させていただきます。まずこちらは、製品と湯道、席を含めた凝固過程で、表示している領域は未凝固を表しています。製品内部にある未凝固部分は、非ケスの発生が考えられます。それでは、動画を再生します。全ページを角度を変えて表示したものです。矢印で示す、特にオレンジ色部分は凝固時間が最も長く、孤立凝固しているため非ケスになる可能性が高いと考えられます。それでは、動画を再生します。全ページの凝固ホットスポット表示において、オレンジ色で示されていた非ケス予測部分の断面表示です。当凝固時間断面表示では、凝固時間が遅いオレンジ色の並ループ位置に非ケスが発生すると予測します。この等高線の状態を確認することで、凝固が停滞し、孤立凝固になっていないかを簡単に確認することができます。それでは、断面スキャン動画を再生します。全ページでは、X 方向の断面表示でしたが、こちらは角度を変えて、Z 方向の断面を表示したものです。この断面表示からでも、くっきりとした並ループが確認でき、非ケスの発生が予測されます。その他、解析計算の情報についてご説明させていただきます。今回の解析で使用しました、製品と発泡樹脂、鋳型の主要な熱物性値です。特に、発泡樹脂の密度は、発泡倍率に応じて設定します。また、ガス化温度やガス化鮮熱は、発泡樹脂の溶解に影響するため、実際の鋳込み時間と、解析結果の充填時間が異なる場合はこの数値を調整します。中等口からの鋳込み圧力と、鋳込み温度を設定します。これらは、時間の経過とともに自由に設定することが可能です。焼失模型鋳造の湯流れ解析条件です。溶洞と発泡樹脂間の熱の伝わりは、個々の電熱係数と距離で設定します。この電熱係数が大きいほどガス化が早くなり、充填時間が短くなります。砂型雰囲気圧力の設定も可能です。粘結砂を使用するフルモールド法と、乾燥砂を減圧して固める焼失模型鋳造法がありますが、後者の場合は、実際の減圧値を設定します。こちらは、参考資料です。同一解析モデルで、3種類の電熱係数における、充填状態を比較したものです。電熱係数600と2000では、明らかに充填状態が異なることがわかります。この電熱係数も、実際の鋳込み時間と解析の充填時間を調整するパラメータの一つです。こちらも、参考資料です。同一解析モデルで、砂型を減圧設定したものと、しなかった場合の発泡樹脂のガス化による、ガス層の違いを比較したものです。上段の画像は、砂型雰囲気圧力を大気圧の状態にしたものに対して、下段は約 10kPa の減圧を設定した結果です。減圧設定した解析結果は、完全ガス層がほとんど残らず、また充填時間もやや早くなります。焼失模型鋳造解析で使用する、各材質間の熱伝達係数です。
鋳物及び発泡樹脂と鋳型間の熱伝達係数を、湯流れ解析では 0.2、凝固解析では 0.01 を設定します。ここでは、砂型の通気度と、発泡樹脂の表面に塗布する塗型厚さと通気度を設定します。通気度が小さいと発泡樹脂から発生したガスや、溶糖が巻き込んだガスが、鋳型外部に排気しにくくなります。この通気度も、湯流れ解析の充填時間に影響します。今回の鋳造プロセスとこの要素数であれば、高速モジュールを利用することで、焼失模型湯流れ解析が4時間22分、凝固解析が27秒で終了させることができます。本資料について、ご不明な点やご質問がございましたら、JSCast 専用メールアドレスまでご連絡ください。ご清聴ありがとうございました。